今日はこの番組にも時々お邪魔していただくんですけど、高橋下駄さんがゲストです。こんにちは。よろしくお願いします。今日私下駄さんを見てて、本当に私なんかもちろん自分もそうなんだけど、音楽を本当に愛してるんだなっていうことが実感できました。そうです。嬉しいですね。下駄さんにとって音楽は何ですか？言葉にしたら。目の前に出くわしたイメージをいかに具体化するかっていうことですよね。ですからね、曲なんかできるときはね、夢の中で曲ができてるんですよ。それをね、忘れないうちに書き留めるみたいなね。そうするとなんかいつの間にか曲になってたりとか、そういうことが結構多いですね。じゃあ例えば今回の下駄さんに歌っていただいた私のシデギターさんの曲で、この番組の音楽担当の森さんのアレンジですけど、どうですか？どんな感じ？夢の中でじゃなくてどんな風にできたんですか？これは詩をいただいて、なんとなくギターを弾いてたら、いつの間にかできたんですけど、本当に？でもその時に思いつくままにこう書いてったんですよね。ですから突然の転調がこういっぱいあるみたいなんですけど、難しい歌ですよね。なんかね、でもなんか自分なりにはここ気持ちいいな、ここ行ったら気持ちいいなってこう探りながらで、探ったのをそのままどんどん書き留めていったんで、意外と時間はかかってないんですよ。そうなんですね。で、私はこの下駄さんに歌っていただいたこの詩は、下駄さんのイメージっていうのもありますけど、ミュージシャンってこういう感じなんじゃないかな、女の人と接した時にこんな風に女の人と接するんじゃないかなっていう妄想っていうかね、ごめんね、僕音楽がいていっぱいだから、ちょっと忙しいからまたね、今度会える時会おうねみたいなね、そういうのがミュージシャンなんじゃないかなと思いますけど、どうですか？その詩からね、きっとそういうふうなことなんだろうなってすぐ分かりましたけど、ちょっと主観的に話してください。何でしたっけ？そのね、ミュージシャンっていうのは女性に対してどんな感じなのかっていうのを、下駄さんの主観的な言葉で聞きたいです。やっぱ音楽に対してはやっぱ音楽だけになりますね。そこにじゃあ女性の音楽の中に女性は入れない。入れないっていうんじゃなくて、音楽に入り込んだら別に女性がそこにいなくても大丈夫ですね。じゃあ逆に女性と一緒の時は音楽入れないですか？女性と一緒の時は音楽あんまりいらないですね。いらないですか？いらないけど、バックグラウンドでふーんって。そんな時例えばどんな曲が流れてたらいいですか？レゲエとかね。それとかもうなんかね、こうちょっとエスニックなやつがいいですね。なるほどね。いつかまた会える、恋してる俺たち、きっと会えるから泣かないで、冷たい手をほらこのポケットに入れて、笑顔を見せてごらん。から吹きつけた風の音が熱い、ステージを呼ぶよ、最初から飛ばす俺のやり方知っているだろう。潮の匂いに浮いてる青い船、
奏でたラプソディ忘れかけてる夢なら君と振り返ってみようさよならはもう少し伸ばすよ甘いキスをしようそれだけそれがあるだけ男なんてねインプロビゼーション悪いな頼りにならなくて今度また会おうね君だけを恋しているすぐ会えるから微笑んであもう下駄さんよくインスタグラムで、いつもお料理を、投稿されてますけど、あれやっぱりもちろんご自分で作ってらっしゃるんですよね。作ってます。はい。何品もありますよね。つい最近なんですよ、その料理を始めたのはね。そうなんですか。そんな風に感じないですね。もう長年作ってらっしゃるみたいな感じ。いやいや、もう本当につい最近なんですけど、冷蔵庫にあるもので、パッとこれ作ってみようって思って作ってるんですよ。すごいやっぱりセンスがあるんですね。いやどうかわかんないですけどでもね、意外と美味しいですね。自分で作ると。私ね、料理作れないことはないんです。だけど作るとなんか、頭痛くなっちゃう。頭使いますよ。ね、使いますよね。なんかそれでこうなんていうの。これは何カップこれは大さじ何杯何杯何杯とかいろいろあって、いろんなことを考えますよね。いろんなこと考えます。ただ僕の場合は今はもう便利でね、例えば麻婆豆腐作りたいと思う、検索麻婆豆腐って検索すると何がどれぐらいとか出てくるんですよ。それ見て大体作るんですよ。でこう味見ながら自分の好きな味にして。そうです。じゃあ私の感覚って間違ってはいないんですね。だからあんまり細かいことはね、ちょっと足んなかったらちょっとこれを足してみるとかね、そんな感じで自分の結局味にするから結局。でもなんていうんですか、盛り付けとか綺麗にされてますよね。インスタグラムに投稿するっていうぐらいだからきっと見る人もいるだろうからと思って、カメラのアングルとかね、一応美味しそうに、いかに美味しそうに見えるかっていうのを、意外とね、綺麗に美味しそうに見えたやつが必ずしも美味しいとは限らないんですよ。なるほどね。でも自分で作ってるから責任持って食べますけどね。例えばそれが音楽に例えたらどうですか？音楽だったら料理を音楽にして考えたら、盛り付けが美味しそうなんだけど、実は食べたら美味しくないっていうのを音楽に例えたらどういう感じですか？なんか音楽の場合はね、分かった。音楽の場合はコミュニケーションがあるから。コミュニケーションね。それででも例えば下駄さんベース、もちろん
じゃないですか。はい、私歌い手じゃない、はい、歌い手って結構ほら下駄さんにもね、お手伝いしていただいたこともあるけど、歌手ってこう、ね演奏していただいてるけど結局歌う時って一人な感じなんですけど、やっぱり違うんですかね、歌い手とそのミュージシャンっていうのと、ね、そうかもしれないですね。ただKさんの場合もここもうちょっとこうしてとか言われることが、その音楽のヒントになるから。でも下駄さんにこうしてっていう前に、ここって言っただけで下駄さんにって見られると怖いですよ。失礼しました。いやとんでもないです。いやミュージシャンって怖いってイメージあるんですけど、どうしてでしょうね。いや怖がらないでください。ミュージシャン優しいですから、ね。いや優しいのもわかるんですけど、でもやっぱり怖いです。怖がらないで解放して言いたいように言って、私は歌手でこう歌いたいからっていうのを言ってもらった方が、逆にミュージシャンは、そういう気持ちなんだってわかるから。でもやっぱりそれはそうなんだけど、もし私が歌ってて、下駄さんが後ろでお手伝いしてくださってる時に、こうリハーサルとかでね、私が歌って下駄さんそのベースなんか違いますって言ったらやっぱりムカッとくるでしょ。いや来ないですよ。来ないですか。そうですか。どういうこんな感じですか、こんな感じですかって今度またこっちから提示できるからね。じゃあ一瞬の下駄さん、って言った時にっていう顔が怖いっていうのは、私が怖いと思ってるだけ。そうですか。気にしないでいいと思います。はい、わかりました。ただね、アマチュアって言ったら変だけども、なんか一生懸命プロじゃない人って私今自分は勉強中ですっていう人とやるときはなかなか難しいですね。そうなんですか。主張が遠慮してるのにわがままだから。いやこんな失礼です、こんな感じなんですけどって言いながら、もうそれじゃあそのままバーってやってよっていうのが結局やらないわけですよね。そうなんですか。だからその先が見たいんだけどっていつも思うんですよ。例えばこうセッションで入ってきて、ちょっとお問い合わせお願いしますって来て、プロっていう感じじゃない方がね、ちょっとセッションでやらせてくださいって来るでしょ。で一通りやりたいことをやるんですよ。そしたら次どうぞって言われるんですよ。だから要するに自分のソロ終わったからソロお願いしますって言うんですよ。でも一通りやりたいことはその人が練習してきたことをやっただけで、それでもう次って言われても、その後が聞きたいんだけどっていつも思うんですよね。そっから自分の音が入るわけでしょ。練習してきたことじゃなくて、そこのその先が聞きたいんだけどもうちょっとやってくんないっていつも思うんですよね。カラオケの中で自分は気持ちよく歌ってるだけじゃないわけでしょ。そうですよね。そこにこうね、コール&レスポンスっていうかバックのミュージシャンでも、そこにこういろいろこうちょっかい出すわけじゃないですか、歌に対して感じるから余計にね、でそれに対して答えてくれるかどうかが、やっぱり歌の人とやってて面白いかどうかで、でもその歌の人がそれなりに主張があるとじゃあ逆に面白いわけです。なるほどね。じゃあもうミュージシャン同士っていうのはみんなそういうことでやってらっしゃるんですね。常にそうなんです。そうですね。面白いのは、同じメンバーだったとして、リーダーが違ったりすると、もう音が違うんですよ。そうですね。そういうふうにもう生ものですから、もうその都度その都度。なんか下駄さん、私今の話、音楽の話、なんか料理となんか共通するとこなんかあるような妄想しちゃった。そうかもしれないですね。きゅうりとトマトとレタスとそれから納豆とみたいな一つ一つがあって、それでどうこうアレンジしたらこう美味しいなんかいいものになるかみたいな。その主品じゃなくても、例えば唐辛子1本とか、そうですね。と胡椒、こっちの胡椒かこっちの胡椒か、あとこういうミルに入っただけど下駄さんそれで出来上がったものっていうのは、美味しいかまずいかって一体誰が判断するんでしょう。自分が判断するんです。自分ですか。いい話聞きました。そうですか。自分なんですね。そうです。それが経験で、これとこれは合うなとか、これとこれはちょ
ちょっと違う感じになるなとか。なるほどね。はい。だから、そういう意味じゃね、どんどん発展するんで、先がもう永遠ある感じ。そうですね。そうすると面白いですよ。じゃあ、下駄さん、私たちも、後期高齢者、ね、きっとなんかどっか違うとこ行っても、私の、お手伝いしてください。もちろんです。もちろんです。ね、一緒にやりたいって思う気持ちがあれば、必ずそういう場所が与えられますから。そうですね。そうかもしれない。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は高橋下駄さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。